新たなる時代を紡いだ機体ガンダム F91。宇宙世紀 O100 代に入る頃、モビルスーツの開発においては小型化というものがキーワードになってきていました。その背景には地球連邦軍の軍事維持費の削減という事情があります。そんな時代背景の中で、地球連邦軍のモビルスーツ研究機関である海軍戦略研究所ストラテジックネイボーリサーチインスティチュート、通称サナリーはモビルスーツの小型化を提言します。宇宙世紀0090代当時のモビルスーツは高性能化に伴いサイズが巨大化する一方でした。それに伴いモビルスーツを運用維持するための互換やメンテナンス設備、そして部品や場所の確保、回収、新造といった必要性が生じており、軍事費を増大させる要因となっていたのです。小型化を提言する一方では、サナリーは小型モビルスーツの基礎研究を実施し、宇宙世紀O107頃にはミドルモビルスーツに核融合炉を搭載した F50D を誕生させるなどの成果を残していました。一方で、当時の軍事モビルスーツ開発、そして生産業界の最大手であるアナハイムエレクトロニクス社は、モビルスーツの小型化に対して消極的な立場をとっていました。それは大型化するモビルスーツの生産により軍事費の高騰によって利潤を得ていたという側面があり、利益の根源を失う結果になる可能性があったからです。しかし地球連邦軍から再三の要求を受けたため、5年の開発期間を経て小型化させたモビルスーツを完成させました。それがヘビーガンです。しかしその性能は当初の地球連邦軍の目標水準を満たしていませんでした。そのような中で宇宙世紀 O111 地球連邦軍の次世代モビルスーツコンペが行われましたが、アナハイムエレクトロニクス社は MSA0120 を提案、サナリーは F90 を提案しました。その結果、そこで勝ち抜いたのはアナハイムエレクトロニクス社の MSA0120 ではなくサナリーの F90 でした。MSA0120 の外観はガンダム作品のモビルスーツと呼ぶにはかけ離れた、どこかのオーラバトラーにも見えるような気もします。コンペの6年前である宇宙世紀 O16 に起きたマフティー・ドーランの際に開発したクシー、ペーネロペー、メッサーと比較すると、一体どうしてこうなったのか。なお、0120という型式から、ファンの間ではフリーダイヤルと呼ばれることもあります。コンペの結果、F90 は性能面では満足いくものではあったものの、主力モビルスーツとして見た場合は不都合な点が散見されることから、同機の改良とそのためのデータ収集及び評価試験の続行が命じられました。その後、ビームシールドやベスバーといった新兵器を装備した F90V タイプの試験運用結果を経て、次期主力機として F91 が設計・開発されます。F91 は量産機としての高性能である F90 とは異なり、その時点での限界性能を達成するという方針のもと開発され、モードを切り替えることによって波のパイロットでは制御に窮するほどの高性能を発揮することが可能になっています。これはニュータイプと呼ばれたようなものでしか最大性能を発揮できないポテンシャルを有した超高性能機体であるということです。F91 はニュータイプがパイロットとして登場し、性能を引き出すことを念頭に開発されているため、バイオセンサーが搭載されておりますが、それを制御し、機体のリミッターをコントロールするために搭載されたのがバイオコンピューターです。バイオコンピューターのもう一つの役割としては、光学カメラや触感、温度の各種センサーなど機体が得た情報をパイロットの脳に直接伝え、パイロットの思考を機体に反映させることにより、操縦せずとも機械を作動することが可能です。しかし、この判断はパイロットの記憶や感情の領域にまで踏み込んで、各種の判断を行うため、パイロットのニュータイプ素養に大きく影響されます。その他にも、新技術としてマルチプルコンストラクションアーマーが導入され、小型高性能化に成功しました。また、損傷や故障も想定して、ブロックごとにフェイルセーフシステムが織り込まれており、損傷ブロックを他のブロックで補い、一部の故障で作動不能になることはない設計になっています。武装面では、ビームライフルやビームランチャーといった基本的な武装に関しては、モビルスーツの小型化に合わせて武器も小型化されましたが、従来の大型モビルスーツのビームライフルと同等以上の性能を持ちます。ビームサーベルは出力やビーム刃の長さを自由に調整できるようになっているため、従来の大型機と戦闘になってもリーチの差による不利を背負うことはない仕様になっています。またそれに加えてベスバーが装備されました。
ベスバーはバリアブルスピードビームライフル、可変速ビームライフルの略称です。ベスバーは F91 の両脇から背面にかけて備えられているレールに1門ずつ懸化されている可動砲であり、高速で貫通力の高いビームから低速で威力を重視したビームまでを状況に応じて打ち分けることができます。そのため戦場の状況や戦闘相手に合わせた変更が可能です。威力としては戦艦の主砲クラスで非常に高い火力を持ちます。 F91 のベスバーはジェネレーターに直結する形で配置されており、ビームライフルと同等の大きさながら威力と稼働時間の向上に成功していることも特徴の一つです。パイロットであるシーブック・アノーも劇中でこいつは強力すぎるとベスバーの威力の高さに驚きを見せています。その他にもビームシールドが連邦軍の機体としては初めて装備されました。機体の軽量化とジェネレーターの高出力化に伴い装備可能となったものです。もちろんシールドとしても使用できますが、投擲し武器として使用することも可能です。また劇中では出力を上げてビームサーベルのように使用もされています。F91 が最大性能を発揮した際には必要に応じ頭部フェースガードが開き、さらに各部の放熱フィンが展開され冷却触媒を排出します。しかしそれでも機体冷却が追いつかない場合、高熱を帯びた装甲表面を剥離させる金属剥離効果メタルピールオフエフェクト、通称 MEPE という現象が発生し、装甲そのもので強制冷却を開始します。なんと剥離した装甲はF91 の形状に残留した熱を伴う金属微粒子であるため、敵のモビルスーツが F91 本体と誤認してしまうという現象が起きます。そのため劇中の最終決戦時には質量を持った残像だというのかとラフレシアを狩る鉄仮面に言わしめています。ただし MEPE は装甲から塗装や金属が剥離して起きる現象であることから、長時間発動すると装甲が薄くなるという諸刃の剣でもあります。そのため機動戦士ガンダム F91 から10年後の世界を描く続編である漫画機動戦士クロスボーンガンダムに登場する F91 では冷却機構が改良され、さらに限界稼働が起きる状況は想定されていないため MEPE が起きないようになっています。 F91 は機動戦士ガンダム F91 の主人公であるシーブック・アノーが登場し、コスモガビロニア建国を図るブッホコンツェルンをバックとした武装集団クロスボーンヴァンガードとの戦いを繰り広げることになります。シーブック・アノーはガンの人員不足を補うため、そして母親であるモニカ・アノーが開発に携わっていたガンダム F91 のパイロットとなり、戦いの中でニュータイプの素質を開花させていったニュータイプパイロットです。最終決戦の対ラフレシアとの戦闘では F91 の限界性能を引き出せるほどのニュータイプ素養を覚醒させラフレシアを撃破しました。1991年に公開された機動戦士ガンダム F91 前、つまり逆襲のシャアまでを描いたそれまでのガンダムの世界では、地球連邦 VS ジオンや地球連邦 VS ジオン残党という流れの対立構造で戦いが繰り広げられてきましたが、 F91 以降はそれ以外の対立軸で物語が進んでいくことになります。そういった意味でも新たな時代を感じさせるガンダムとして F91 は存在感を放っています。また1991年公開当時はフォーミュラカーが人気の時代だったので、フォーミュラ91はレーシングカーをコンセプトとしてスタイリッシュで美しくデザインされました。大河原邦義もバイクのエンジンとラジエーターをヒントにしたとコメントされています。 F91 ガンダムはシーブック・アノーでいきます。 F91 は劇中でガンダム F91 と呼ばれていますが、厳密には F91 はガンダムではありません。ガンダムとは主にアナハイムエレクトロニクス社が開発したガンダムフェイスのモビルスーツを指しており、練習艦スペースアークのレアリー艦長代行が過去のガンダムフェイスに似ていることから劇中ではガンダムと呼ぶようになったのです。昔こんな顔のモビルスーツがあったわね。これガンダム F91 ってコードにしようよ。なおその後アナハイムエレクトロニクス社は失地回復を図るべく極秘裏にサナリーから技術を吸収する非合法な諜報活動も含んだ新型モビルスーツ開発計画シルエットフォーミュラプロジェクトを発動させていくことになるのです。本日の動画は以上です。ここまでご視聴していただきありがとうございました。
ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。